うちで使ってる家電ってそういえば電気代どれぐらいなんだろう。これ一回は思ったことありません？ネットで検索すると電気代がかかる家電ランキングとかいろいろヒットしますが、書いてあることは結構バラバラなんですよね。そこでシャチパンは1年前にこういったログの取れるワットチェッカーを家電に仕込んでおきました。今回1年間ずっと取り続けた消費電力データをまとめてきましたので、真実を皆さんにお伝えしようと思います。ついでに各社が出している電気代スペックとどれくらい乖離があったかも比較しちゃいます。電気代にお悩みの方、いや悩んでいない人なんていないと思いますが、参考にしてみてください。いやー、1年長かったです。今回シャチパンが測定した家電、それは電気代がかかるとされる冷蔵庫、ドラム式洗濯機、エアコン、有機 EL テレビです。ちなみに測定方法はワットチェッカーをこのように電源の口に挟むだけ。あとは決して使い勝手はいいとは言えないこのアプリ上で消費電力がリアルタイムで確認できますし、月単位、年単位でも簡単に集計できます。これで1年分のデータを取得しました。果たして一番電気代がかかる不名誉チャンピオン家電はどれになるのでしょうか。まずは冷蔵庫からいってみましょう。冷蔵庫のカタログスペックでは1年にかかる電気代は9269円。実際に1年使った電気代はこのようになりました。グラフは4月から3月までの年間電気代を記しています。スペックより1000円ほど高い結果で誤差は 10% 程度。ほぼほぼスペック通りの結果と言えるのではないでしょうか。冷蔵庫の場合、カタログスペックの値を信じて良さそうな気がします。なお電気代は冬よりも夏の方が高めです。これは気温が高いということもありますが、冷蔵庫の扉の開け閉めで夏の場合熱気が庫内に入ってしまい余計に冷やす手間があったからだと考えられますね。続いてドラム式洗濯機。シャチパンの使用状況としては3人家族構成で毎日1回は洗濯乾燥をしていました。乾燥方式はヒートポンプ式。ヒーター式と比べ電気代は優しいとされていますが、いくらくらいとなるのでしょうか。スペックは1回あたりの洗濯乾燥運転で定義されており、計算すると 28.83 円。365日毎日運転すると1523円となります。これに対して実際に1年使った電気代はこのようになりました。1500円ほどスペックより高い結果で誤差は 15% 程度。こちらもスペックに比較的近い数値と言えるでしょうか。カタログスペックの値を信じて良さそうな感触ですが、洗濯物の量が増えるとまた変わった結果となると思われるので、家族の人数が多い場合はもう少しかかると思った方がいいでしょう。季節による電気代のかかり具合は冷蔵庫の時と違い、夏が安めの傾向です。これは夏の方が薄手のものが多く乾燥しやすいからだと考えられますね。次に有機 EL テレビ。65型の有機 EL テレビです。有機 EL テレビというと、未だに電気代がものすごく高いと言っているチャンネルやブログ記事もありますが、それは大きな誤りで、スペック的には消費電力の項目を見るのではなく、年間消費電力量を参照するのが正しい見方です。すると液晶テレビとそう大きくは変わらないことがわかるかと思います。実測してみると、本テレビの年間消費電力 322kWh は単位時間あたりの電力に直すとおよそ 173W。 映像にもよるので難しいですが、カタログスペックより少し高くなりそうな印象でしょうか。さて、シャチパンの実際かかった電気代ですが、このようになりました。なんとスペックの3倍もの電気代がかかっていました。一体何が？そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。実はスペック値は1日あたり 5.1 時間視聴した条件で算出されたもので、シャチパンの場合
1日10時間以上つけていることも多く、そもそもスペック値の条件と合わないことが原因でした。テレビを長い時間ご覧になられるという方は、スペックと大きくかけ離れてくる可能性がありますが、逆にそこまで見ないということであれば、そう電気代は高くならないでしょう。なお当然ですが、テレビは大きければ大きいほど電気を食います。例えば本有機 EL モデルであれば55型、48型についてはこのようになり、インチサイズにほぼ比例します。最後にエアコンです。シャチパンの8畳用エアコンの年間消費電力スペックは 25,265 円。対して実際かかった電気代はこのようになりました。4割も高い結果で電気代もぶっちぎり。やはり家電の中で最も電気代が食うのはエアコンで間違いなさそうです。しかしなぜここまで差が生まれてしまうのでしょうか。それはこのスペック値が実際の値とだいぶかけ離れているからです。スペック値は東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏27度、冬20度の設定温度で1日18時間運転した想定となっています。夏の27度設定はまだ我慢できるかもしれませんが、冬の20度はだいぶ寒く攻めた設定です。設定温度ってそんなに電気代に影響すんの？と思うかもしれませんが、一度設定温度を変えると電気代が 10% 程度変わってくるので、家屋にもよりますが、設定温度を変えるくらいなら風量を上げた方がマシと言われることもあります。シャチパンは1年間24度設定で過ごしていたので電気代が高くついたわけですが、そもそもスペック値が現実に即していないような気がします。なお経済産業省によると、札幌は東京の3倍電気代がかかり、沖縄は約半分です。冬の寒さが厳しい地方の方が電気代がかかる傾向なことがわかりますね。いやー、今年の夏暑かったな。そうだ、忘れないうちにグラフに今年の電気データ入れておこう。で、皆さんの地域では今年の夏は暑かったでしょうか。気象庁のデータからは2024年夏が2023年に対して特段暑かったというわけではなさそうでしたが、体感ではかなり暑く感じました。そのためか今年の夏は電気代が昨年より1万円近く上がり、年間で換算すると 48,101 円。スペックから実に2倍近い値となりました。エアコンはこれでも熱効率は良く、例えば他の暖房機などと比較すると電気代の安い家電です。それでもこんなにかかってしまうんですね。電気代を節約するにはサーキュレーターを活用したり、設定温度や風量を考慮したり、大きい窓があるなら熱を遮断、冬ならば少し着込んで過ごすといった対策となるでしょうか。各家電の電気代実測いかがだったでしょうか。結果はエアコンが圧倒的に高く、次いで有機 EL テレビ、そしてドラム式洗濯機、冷蔵庫という順でした。月単位での平均電気代は冷蔵庫861円、ドラム式洗濯機1004円、有機 EL テレビ2415円、エアコン4008円となりました。テレビはサイズや視聴時間、ドラム式洗濯機は家族構成によって洗濯物の量が変わるので、一概にこの順になるかは環境次第な部分はありますが、エアコンの電気代が一番高いご家庭が多いかなと思いました。なお、今回使用したワットチェッカーが気になる方は概要欄に記載しておきますが、アプリの起動は早いとは言えず、ブレーカーが落ちると再接続が必要となりますので、そこだけ我慢できれば結構優秀だと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。